東急線池尻大橋駅から目黒川を桜並木がだいたい尽きるまで降ります。そうすると東急目黒線に当たりますので、そこから不動前駅まで歩くルートです。この日は4月3日ということもあり、動画に映るのも葉桜です。正直自分は葉桜にあまり考えを受けず、むしろ帰る直前の不動前駅での出来事の方が印象に残っております。結論から言うと、外国人留学生らしき女子からお菓子を買いました。他意もないのですが、最後までその話をしようかと思います。この動画の最後の方に、不動駅前の広場でお菓子のカゴを持っている女性が、本人が特定できない程度にちらっと映ります。その方は手書きのカードに、私は留学生です。学費に困っています。お菓子を買ってください。と書いた紙を見せ、ほぼその文面通りに通行人に声をかけていました。自分は初めは反射的に断ったのですが、少し離れた寄りかかるタイプのベンチにその後移動して、その留学生の様子を見ていました。通り過ぎる人をほぼ8割くらいに声をかけているようですが、ほぼ全員に、いや私はちょっと、みたいな感じで断られていました。その留学生は少々太めで、見たところ、トロピカルな感じでしたね。自分はさすがに不憫に思ったので、500円ぐらいだったら、そのお菓子を買ってもいいかと思って、財布の中を確認していたところ、広場のもう一方に同じようなカゴを持った女子を見つけました。遠目ですけど、よく見ると、そっちの方は細身で美人そうな感じです。自分はその時、すでに声をかける覚悟が決まっており、どちらの方に行くかを変更するのは容易でしたので、その細身の女子のお菓子を買うことにしました。さらに先ほど決めた額を500円から1000円に修正しました。その判断にかかった時間は約1秒ぐらいです。とりあえずそのお菓子の値段を聞いたところ、1個500円でした。これがそのお菓子です。手作りではなく市販品のようでした。自分としてはお菓子の品質にあまり執着がないので、1個1000円で買うと言って渡しました。そしたらその留学生はもう1個どうみたいな感じで見せてくれました。受け取ったのは1000円だから2個分であり、もう1個渡すという意味なのかもしれませんでしたが、善意を強調したく、いや1個でいいですよと遠慮しておきました。これはルールとして良かったのか、未だに分かりませんですけど。でもそれで気を良くしたのか、ちょっと話し相手になってもらいました。その女子は池袋のインターナショナルスクールに2年ほど通っていて、仕事はしているけどあまり収入がないということでした。それもそうでしょうね。コンビニは別として、留学生を雇いそうな飲食店は、ここのところ休業が多かったですし、フィリピンのミンダナオ島出身ということで、ドリアンが有名とのことでした。そもそも私は陰キャラですので、たどたどしい会話でしたが、話の間、上目遣いで見てもらえて、最後に See you と言ってくれたので、後日もう一回、不動前駅に行くかもしれません。その帰り、ちょっと今回の件について振り返りました。自分で選んでおいて言うのもひどいのですけれど、女子は美人が得ということを今一度知りました。最初に私が声をかけられた留学生の方が、積極的に来る人に声をかけるなど努力をしていたのですが、私は何というか、樹液に引き寄せられるカブトムシのように、見た目が良い方に近づいていってしまいました。後で利益を彼女らの間で配分してもらえることを願うばかりです。そこは引っかかりましたが、それを差し引いても今回気分のいいものでした。よく街中で見かける人道支援機関への寄付は、それはそれでいいのですけれど、末端にどう寄付が行き渡るのか知る由がないのは、もやもやが残るかと思います。今回は相手に直接渡せましたし、話までできました。もしかしたら、彼女らは何らかの会社に所属して、ああいう形でお菓子を売ってるのかもしれませんが、それでも留学生を助けているのには変わりないです。あとフィリピン以外にもベトナム、ブラジルからの留学生がいると聞きました。
もし同じつてでお菓子を売ってるかもしれないので、ベトナム、ブラジルについても下調べしていこうかと思います。そう考えると世界が広がったような気がします。池尻大橋を出て目黒川を700メートルほど下ると、スターバックスリザーブロースタリーというのがあって長い行列ができていました。隣を通るとシナモンの香りがしましたが、これぞおしゃれな東京といった感じです。もしそこで季節限定の桜マキアート990円を葉桜を見ながら味わった場合より断然価値があった気がします。以上、目黒川からでした。